こんにちは、アンゴラです。ビットコインセイバーがホリエモンの2億円イーサリアムを復旧しました。しかし、この偉業にはいくつもの不気味な点が存在します。そこでこの動画では、この偉業の不気味な点をもとにやらせの可能性を検証します。まず、ホリエモンの2億円イーサリアムとは何かを説明します。2014年、イーサリアムのクラウドセールが実施され、堀江貴文氏、通称、ホリエモンは約1万円を投資しました。セール価格は1枚約 0.3 ドル、当時レートで約30円。つまり約1万円を投資して400枚のイーサリアムを手に入れました。購入者は公式サイトで自分のメールアドレスと自分で決めたパスフレーズを入力すると、暗号化されたウォレットファイルが生成されるので、それをダウンロードして大切に保管します。その後、2015年のメインネット稼働後にパスフレーズを入力してウォレットファイルを開けば、購入したイーサリアムを取り出すことができます。しかし、当時のウォレットファイルの生成処理には、特殊文字や言語環境によってパスフレーズが正しく認識されない不具合があり、パスフレーズに日本語などの2バイト文字が入力された場合、内部で意図しない文字化けが起きた状態でファイルが暗号化され、本人が記憶しているパスフレーズを入力しても、ウォレットファイルを開くためのパスフレーズと一致しない事象が発生しました。ホリエモンもこの不具合にはまった可能性があり、イーサリアムを取り出せない状態に陥りました。その後イーサリアムは爆上げして、1万円で買ったイーサリアムが2億円の価値になりました。それから10年が経過した2026年3月に日本の上場企業売れるネット広告社グループがこれを発表しました。ビットコインセイバーが堀江貴文氏より復旧依頼を受けていた大量の暗号資産イーサリアムの解除、復旧に成功したことをお知らせいたします。ハッキング技術の世界大会で2017年に世界1位を獲得したトップエンジニア、ラナトゥンガ・バシャナ・クラサン氏が自社技術チームの中核として独自の解析・復旧手法を用いて対応いたしました。ビットコインセイバーすごいじゃん。次に不気味な点に入ります。1点目は普及した証拠を何も見せない点です。ブロックチェーンは誰でも取引を検証できるのが特徴です。IR で成功を報告するのであれば、復旧枚数やアドレスなど何か証拠を見せても良さそうなものですが、何も見せていません。理由として考えられるのはプライバシーの保護です。復旧アドレスを公開すると、ホリエモンのアドレスが日本中に知れ渡ってしまうので、プライバシーを保護するために公開しないことにしたです。しかし、ビットコインセーバーにはハッキング世界大会1位の技術者がいるので、10年以上動いていない残高400イーサ以上のアドレスリストをもとに、アドレスを伏せたままゼロ知識証明で証明することは朝飯前のはずです。もっと簡単に証明するなら、レールガンなどのシールドプロトコルを使えば、送金履歴を追跡できない形で復旧アドレスからイーサリアムを送金して証明できます。次に不気味な点は、ハッキング世界一のラナトゥンガ氏についてです。IR の補足資料によると、ラナトゥンガ氏は2017年にハック・ザ・ボックスの世界大会で1位を取ったそうですが、ハック・ザ・ボックスは2017年にサービスが開始したハッキング練習サイトで、当時はまだサービスが開始したばかりで、公式な国際大会を開催するのは2021年になってからです。これは一体どういうことか。ちなみにハック・ザ・ボックスには週間ランキングボードみたいのはあります。さらにラナトゥンガ氏の個人サイトにはソフトウェア開発者としての経歴が書かれているものの、ハッキング技術の世界大会で1位を獲得した実績についてはどこにも確認できません。ちなみに趣味やゲーム、かっこいいスポーツカーに乗っています。なぜ天才ラナトゥンガ氏はビットコインセーバーで働いているのか。ハッキング世界一なら年収数億円はくだらなく10億円もあり得ます。
ビットコインセイバーの親会社、売れるネット広告者グループの2025年売上高は15億円。純利益はマイナス4億円の赤字。平均年収は537万円です。ちなみにビットコイン開発者のサトシ・ナカモトの12兆円分のビットコインも復旧できるけど、ホワイトハッカーだからしないそうです。次の不気味な点は、クリプトダイバー。ビットコインセーバーはクリプトダイバーと独占契約を結んでいます。クリプトダイバーの開発者は磯貝浩二氏。磯貝氏は売れるネット広告者の子会社の代表も務めています。磯貝氏の名前は情報詳細を調査した人なら一度は聞いたことがある結構有名な人物で、詳しく説明するとこの動画が消される可能性があるので、興味のある人は調べてみてください。まだ少しはネットに情報が残っているはずです。クリプトダイバーは秘密鍵を失って動かせなくなったビットコインをみんなのスマホで解読して動かせるようにし、それを分配するアプリです。アプリのボタンを押すと、本部のサーバーから解析用データがスマホに送られてきて、スマホがデータを解析して結果を本部に送信します。アプリを利用するとポイントが溜まっていき、解読に成功するとポイント量に応じてビットコインが分配されます。まだ一度も解析に成功していません。なお、このアプリはコアウォレットのパスワードの解読を試みますが、コアウォレットのパスワードは総当たり攻撃を防ぐために可視化されており、スマホの演算能力で解読できる機体は限りなくゼロに近いです。なお、クリプトドローンに課金すれば、スマホ不要でサーバー側で勝手に24時間解析プログラムを動かすことができます。代理店プランに課金すれば、友達を紹介すると友達の課金金額の一部を報酬としてもらえるようになります。プランはレベル1の4万円コースから40万円、100万円、500万円、1000万円コースまであります。タイムアップ。まとめると、2億円イーサ復旧はやらせなのかの検証結果は、上場廃止のリスクを考慮すると、IR で嘘をついてまで復旧成功にする可能性は低いのと、ハッキング世界一が入力したパスフレーズとバグのロジックを解析すれば復旧は十分可能と予想します。しかし、不気味な点がいくつもあるので、結論付けるには復旧アドレスとハッキング世界一の証拠が必要となりました。証拠を拒否するならやらせという結論になるでしょう。新しい展開があればブログに追記するので参考にしてください。以上、ビットコインセーバーの不気味な点の検証結果でした。この動画が参考になったらグッドボタンをお願いします。暗号資産で爆撃する方はぜひチャンネル登録をしてください。X では暗号資産の速報をしているのでご利用ください。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。